こんにちは、みどりです。ニュージーランドより発信しています。このチャンネルでは日常の困難を乗り越え、心穏やかな生活を目指す知恵を共有します。今回も心に響く話を短くお届けしようと思います。今回は、勤勉努力は美徳でも頑張らない方が良い時もあるというタイトルでお話しします。一般的に勤勉であること、一生懸命努力することは素晴らしいことです。精一杯打ち込んで意義あることを成し遂げるのは立派な行為です。でも、いつも頑張らなくてはならないと思わない方がいいです。時には頑張らない方がいい時もあるからです。今回はどんな時に頑張らない方がいいのか、なぜそうなのかについてお話しします。結論から言えば、頑張らない方がいい時は、自分自身があまりにも疲れている時、それから自分を取り巻く環境があまりにも厳しすぎる時です。なぜそうなのでしょうか。自分が疲れ果てていて、エネルギー切れの時には、どんなに一生懸命やっても、効率的に物事をこなせないし、建設的なことができないからです。十分な休息をとってエネルギーが充電されるまでしっかりお休みした方が賢明です。自分を取り巻く環境があまりにも過酷すぎるとき、負けないように歯を食いしばって一生懸命頑張っても、大きな労力を費やすだけで大したことはできません。こういう時には、ちょっと休憩した方がいいというサインだと思い、罪悪感を抱かずに状況が少しでも良くなり、自分がやりやすくなるまで待った方が得です。人生はお天気のようです。しばらく雨が降り続いても、その雨はやがて止みます。そのうちお日様が顔を出し、綺麗な青空が広がります。すがすがしい晴天が続いて気持ちよく過ごせます。でもその晴天もずっとは続きません。少し経てば雲が出てきて暗くなり雨模様です。小降りの雨が降り始めてそのうち大降りに変わります。でも雨も降るだけ降ったら空はだんだん明るくなりまたお日様が出てきます。時には気持ちよい晴天が一定期間続くこともあります。でもずっと晴天ということはなく、いつかは曇りや雨に変わります。大雨、強風で外に出るのは辛いほど大荒れの天気になることもあります。台風が来ているときはそうなります。強い風に吹き飛ばされたり、洪水で浸水被害があったり、いろいろな大変なこともあります。でもずっと大荒れは続かず、ちょっと待てば台風はどこかへ消えてゆきます。人の人生もこのお天気とよく似ています。自分にとって良いことばかりが起きる時もあるし、逆に悪いこと続きもあります。でもどちらも永遠には続きません。トントン拍子に物事がスムーズに進んでいても、いつまでもそうだとは限りません。調子よくいっていたものがいまいちうまくいかなくなることも普通に起きます。逆境になったとしても、そのしんどい状況はいつまでも続きません。そのうち事態も好転します。要は常に同じ状態にあるものはどこにもないということです。外でエクササイズするのは一般的には健康に良いことだと言われています。でももし風邪をひいて熱が39度もあり、頭痛がして体の節々も痛いのに、エクササイズはいいことだからと言って無理に頑張るのは適切ではありません。そんなことをすれば風邪がこじれて肺炎になるかもしれません。体調が思わしくない時には十分な休息をとり、
まずは回復することが最重要課題です。だから頑張ることもせず、無理することなく、ゆっくりと体を休ませた方がいいです。体の病気だけでなく、メンタルを病んでいる時も同じです。心的エネルギーが枯渇しているのに、自分と向き合った方がいいからと言って無理に頑張る必要はありません。エネルギー切れの時にはきちんと充電されるまで何もやらずに休養を取るのが賢明です。たとえ心身ともに健康でも台風なので外が大荒れの時に外のエクササイズがいいからと言って外に出て頑張ることは危険です。強風にすっ飛ばされて怪我するかもしれません。耳に強い風が当たれば耳を痛めてしまうかもしれません。あまりにも大荒れの時には外に出てエクササイズするよりも家の中でゆったりと過ごして大荒れが静まるまで待った方が賢いです。ずっと同じ状態が続かないのはお天気だけではありません。実は私たち人間や周りの環境、すべてのものやことは常に変化し続けています。早く変化するものもあれば、ゆっくりと変わるものもあります。変化が早いものはわかりやすいですが、遅いものは気づきにくいです。しかし、いずれにせよ、すべての人や物事は一定状態をずっと保つことはなく、常に変化を続けています。これがこの世の常なんです。もしある時期何らかのことで非常に苦しくても、しばらく時間が経てば、その問題がすっかり解決することもしばしば起きます。自分は問題解決のために特別何かをしたわけでもないのに、知らぬ間に問題が消えてなくなっていることもあります。すべてのものが常に変化している諸行無常の世の中では、こういうことはしばしば普通に起きます。時間が解決してくれるということです。もちろんすべてのことではないかもしれませんが、時間が解決することはたくさんあります。時間は自分の強い味方になってくれるものです。自分を取り巻く状況があまりにも過酷な時には、歯を食いしばって自分でどうにかするつもりで頑張っても空回りするだけでほとんど建設的なことができないのも珍しくはありません。そんな時には頑張らないでおとなしく静かに待った方がいいです。どんなに最悪な事態でも落ちるだけ落ちてしまえばその後は上がるしかありません。しばらくすれば絶対に上向きになって上がっていくから大丈夫です。通常は一生懸命働くことや努力して頑張ることはとても意義あることで素晴らしいです。でもいつも頑張らなければいけないということはありません。時には頑張らない方が賢い場合もあります。自分の状態が悪い時に無理に頑張れば余計状態を悪化させてより大変なことにしかねないです。そうなれば回復するまでもっと長く時間がかかることでしょう。それよりも悪化させる前にゆっくり休息をとってなるべく早くに元気になった方がいいです。自分は元気でも自分を取り巻く状況がどうにもならないほどひどいとき、どんなにバタバタしたところでエネルギーが無駄に漏れてしまうだけです。そんなことをするよりも状況が少しでも良くなり、自分がちょっと頑張ればよりよくできる状態になってから貴重なエネルギーと時間を費やした方がずっと生産的で建設的です。いつまでもひどい状態は続かないのだから気長に待つことも必要です。頑張るときには頑張るけれど、頑張らない方がいいときには頑張らない方がいいです。どんな時に頑張らない方がいいのか、しっかり覚えていくといいです。おさらいすれば、自分の状態があまりにも悪い時、また自分を取り巻く状況があまりにも過酷すぎる時です。
こんな時には肩の力を抜いて自分の状況や周りの状況が少しでも良くなるまで待つことにしましょう。すべての物事が変化し続けている世界なので、そのうち絶対に頑張れる時が来るので、あまり心配しなくてもいいです。頑張らない方がいい時には十分休息をしましょう。ということで今回は、勤勉努力は美徳でも頑張らない方がいい時もあるというタイトルでお話ししました。最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございました。次回も役立つ情報をお届けする予定です。応援いただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。ニュージーランド在住のみどりでした。それではまた次回まで。